This is the way. 我らの道。我らの道。バンダイ SH フィギュアーツのマンダロリアン&グローグの紹介になります。パッケージ正面中見えていて、付属品がたくさんですね。必要なもんは揃っていて、これ一つでめちゃくちゃ遊べると。いや、来ましたね。この2023、12月の時点で、多分最新のマンダロリアンじゃないでしょうか。いっぱいね、フィギュア発売されている中で、さあ、どんな感じでしょうか。開けていきましょう。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。ずーっと。おーし。さあ、持った感じはどんな感じでしょうか。グローグがね、楽しみなんですよ、個人的には。万道の方から。おー、ほう。あ、いいっすね。いいっすね。さあ、グローグはどうだ？グローグは、素晴らしい。では、中身の方すべて取り出していきたいと思います。と、その前にですね、これ台紙が入っていまして、この台紙。いや、これがね、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいっすね、この台紙。これだけで飾ろう。素晴らしいっすね。では、改めてフィギュアの方見ていきましょう。はい。では、まずグローグの方から見ていきましょう。これ小さいんですけども、めちゃくちゃよくできていますね。この衣装の素材感の再現とか素晴らしいですね。で、これ可動なんですけども、結構するんですけど、この耳の部分、ここがね、こんな風に可動して、表情がつけれるようになっているんですよね。これ素晴らしいですね。で、首ね、こんな風にぐりぐり動きます。ボールジョイントです。で、肩の方もね、横ね、こんな風に手首もね、こんな風にボールジョイントで繋がっていて、ぐるりと腕回り、で、付け根でもね、こんな風にくるくる回ったりしますね。先ほど言ったように手首、ボールジョイントで角度いろいろつけれて、例のシーンもこんな風に再現できそうですよね。で、足首、こんな風にここもボールジョイントですね。いろいろ稼働しますね。いや、触っててね、ニヤニヤが止まらないっすね。グローグもう一体付属します。こちらは座った造形になっていて、頭部の方も口が少し開いて笑顔に見えるようになってますね。こっちも可愛いですね。個人的にはグローグ目をつむっている感じ、あっちの頭部つけて欲しかったかなと思うんですけども、これはこれで素晴らしい。このように頭部のすげ替えが可能で、2パターンのグローグが楽しめると、いや可愛さの破壊力がえげつないですけどもね。次にマンダロリアンの方を見ていきましょう。このヘルメットの造形はめちゃくちゃよくできていると思います。個人的には満足ですね。で、やはりね、開封した時に気になったのがこのアーマーのカラーなんですけども、このマンダロリアンが装備するベスカーアーマーの色はもっとキラキラしたシルバーだったと思うんですけども、このフィギュアに関しましてはどちらかといえばガンメタリックに見えますね。で、今回のマンダロリアンはシーズン3を再現したフィギュアーツになるんですけども、確かにね、劇中シーズン3、アーマーね、ちょっとこのようにくすんで見えるんですよね。その辺を再現しているのかな。右の肩アーマーにマッドホーンの紋章もしっかりと造形されている。マントの方はこの部分に針金が仕込まれているので、こんな風に自由に表情をつけられる。ガントレットは左右非対称でそれぞれきちんと再現されている。背中部分ももちろんしっかり作られています。ベルト部分は別パーツになっていて、このブラスターのホルスターとこのサイドアーマー、このように稼働します。左の方もこのように。で、腰に、ここについている小型爆弾は取り外すことはできませんね。太もものアーマー、左右で非対称のも劇中通り。左の太ももにダークセーバーによる傷跡はなし。我らの道。ルーツの方はウェザリング加工が施されていて、
見栄えがなかなかリアル。ブーツの足裏にもこのようにウェザリング加工。可動範囲いきましょう。まずは頭部。外しますと、このような感じになっていて、首の付け根で動くようになっていますね。頭とはボールジョイント。それを踏まえて、後ろへはここまでですね。で、前へは、やはりね、このマントが干渉して、あまりうつむかせれないですね。ポールなんで、このように角度はつけれると。肩および腕の可動は、まずこのようにバタフライジョイントがありますね。これぐらい引き出せます。で、肩アこのように可動しまして、それを踏まえて横へは、ここまで引けて、ぐるりと一周回り、二の腕の可動、バイセプスはないんですけども、この腕の付け根で、このようにぐるぐる回ります。肘が二重でここまでで、肘自体でこのように回るようになっています。で、手首は外すといつものこのような感じで、こんな可動になりますと。胴体の可動は、この部分と腰でそれぞれ接続されていまして、それを踏まえて、後ろへは、ここまで行けて、で、前へは、ここまでかな。で、上の部分でこのように動き、腰の部分でもこのように動くと。ぐるりと一周はちょっと難しいかな。この肩のベルト部分が干渉するのかな。ぐるりと一周はいけませんね。ですけども、このように角度つけれるので十分と。下半身の可動は股関節に引き出し機構はありませんね。それを踏まえて、前はここまでかな。で、後ろへはここまでかな。で、股割りはここまでできて、接続はこんな感じですね。で、足の付け根で動かないですね。このももだけですね。ももでこのようにぐるりと回って、膝が二重でここまでで、足首は後ろへはこうで、前へはこうで、このように傾き取れて、つま先でこれぐらいの可動と。付属パーツいきましょう。まずはブラスターピストル。きちんと塗り分けされていますね。フィギュア右のホルスターに収納可能。ブラスターライフル。こちらの塗り分けも細かくて素晴らしいですね。そのライフルの携行させ方なんですけども、このような付属パーツがありまして、フィギュア本体のベルトの背面に穴が開いています。で、先ほどの付属パーツをこの穴にぐっと押し込んであげる。ライフルをこのように4分割しまして、これとこれを入れ替えます。これがこうで、これがこうと。こっちはまだつけない。フィギュア本体のショルダーベルトのこの部分、この黒い部分が取り外せるようになっているんですけども、ここがね、非常に硬かったです。僕のは。爪でね、カリカリってやってたんですけども、で、これぴょーんって飛んでいくので、非常に小さいパーツなので、紛失注意。そしてその開いた穴に、先ほどの付け替えたライフルのパーツ、これをこのようにしっかりと付けてあげる。そして後ろへ回って、最初に取り付けたこの腰のパーツ、ここにライフルの先の方を通します。ここからね、結構タイトな作業になるので、このライフル自体が軸が細いので破損注意、ゆっくりやりましょう。こうやって通した後に、ここでライフルを組み立ててあげると完成と。しんどいんですけど、我らの道。こちらはダークセーバー。劇中、ジェダイが持つライトセーバーのように、ピシューって出てくるんですけども、その時全体的に白く発光していて、そのセーバーの中心部分がこんな黒いまがまがしい模様っていうのかな、なっているんですけども、そんなセーバー部分をクリアパーツで
模様をそのクリアパーツにプリントで再現してありますね。劇中まんまです。こんな感じですね。再現度は素晴らしいと思います。で、セーバーの塚だけが付属していて、ここにベルトフックがありますよね。フィギュアのベルト背面にこんな風に銀色のフックがあって、そこに引っ掛けて携行することができる。こちらは説明書によると水筒ですね、水筒。マンダロリアン劇中、ざっくり説明しますと、劇中ですね、とある場所に行かなきゃいけないんですけれども、その場所へ行ったよっていうのを証明するために、そこにある水を汲んでくるんですけども、それを汲んだ時の水筒ですね。これ、いる？手首パーツは、ダークセイバーを持つ手と水筒を持つ手。あとはそれぞれ表情が違う手が左右分5種類。こちらはプラム。要はグローブが乗るポットですね。で、劇中再現度なのか、塗装が粗めになっていて、雰囲気素晴らしいですね。で、これ、こんな風に取り外すことができて、このパーツをつけてあげれば、ポットが開いた状態になると。で、支柱スタンドがつきますので、ここにつけてあげて、そして座った状態のグローブを乗せてあげて、完成。サイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。もう一丁サイズ比較。この両サイドにあるのは、どちらもハズブロスターウォーズブラックシリーズのダースマルガスとストームトルーパー。このストームトルーパーはちょっと普通のやつとは違うんですけども、サイズは一緒と。ダースマルガスの方はデカブツなんで、これとして、ストームトルーパーと並べるとマンダロリアン少しちっちゃいかな。でも許容範囲じゃないでしょうか。ブラックシリーズと絡めても遊べそうですね。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。